ついに我が家にファイティングコマンダーオクタがやってきた。枕としても湯沸かし器としてもエアコンとしてもペットとしても電動歯ブラシとしても何にでも使える一家に一台ファイティングコマンダーオクタ。購入は概要欄から。すいません、思いついたらやらずにはいられないたちなのでついかましてしまいました。先ほど紹介した使用方法は絶対に行わないでください。首やります。湧かないです。涼しくなりません。可愛くないです。顎外れます。はい、仕切り直してついに来ましたファイティングコマンダーオクタ。先日のエボジャパン2024の鉄拳8で優勝したあの努力のラストサムライチクリン選手が使っていたファイティングコマンダーオクタ、即注文しましたね。なので今回鉄拳プレイヤーとしての目線でがっつりレビューしていきたいと思います。簡単に僕の鉄拳の実力だけざっくり紹介しておきます。鉄拳7、鉄拳神10メインキャラカタリーナ、鉄拳8、鉄拳王メインキャラみんな大嫌いエクスカリバーでおなじみビクター。単位的にはそこそこ前のめりに鉄拳やり込んでるってぐらいの段位ですね。そんな前のめり鉄拳王目線でご紹介していきます。2日ほど使用したレビューになりますので気づいた点をいくつかピックアップしていくんですが、まず最初に一言、絶対に買いです。これマジで買いです。ちなみに僕パッド歴長いのでそれこそパッドには10万ぐらいかけてきたわけですよ。その私の評価がこんな感じです。ちなみに PS5 純正コントローラーがこんな感じ。ファイティングコマンダーオクタのコスパなんですけど Amazon での価格がこちら、純正コントローラーがこちら。 PS5 の純正コントローラーよりファイティングコマンダーオクタの方が若干高いぐらいです。ちなみに純正コントローラー高くねと思った方多いと思うんですが、実は PS4 の純正コントローラーより性能が段違いで変わっているのでその分お高くなってます。この辺は趣旨とずれるので割愛しますが PS5 の純正コントローラーって意外と高いんです。なので現在ほぼ同じぐらいの価格なのでコスパは一旦純正コントローラーと同じとさせていただきます。まずボタンから解説していきます。ボタンの押し心地。全然違います。ファイティングコマンダーオクタの方がマウスのクリックに近い感覚です。どうやら高耐久マイクロスイッチというスイッチが採用されているようです。ちなみに純正コントローラーがこちら。音を比較していただくと分かりやすいんですが、オクタは高耐久マイクロスイッチなのでボタンを押した感覚がはっきり分かりやすいです。あと高耐久マイクロスイッチなんですが800万回のクリックに耐久できる超頑丈なスイッチらしいです。格ゲーって何かとボタン連打するじゃないですか。なので800万回耐久ってのが格ゲーにおいて多いのか少ないのか正直わかりませんが PS4 のコントローラーを使っていた時はボタンや十字キーの不具合でしょっちゅう買い替えてました。なので耐久性を謳っているのは格ゲーマーにとってポイントは高いですね。そして注目していただきたいのはボタン配置ですね。アケコンと同じ並びになっています。おそらくですが、チクリン選手のようにアケコンから移行するプレイヤーを想定された作りになっているようですね。なので、もともとアケコンプレイヤーでも、右手の動きはそのままの感覚でプレイできると思います。ちなみに、チクリン選手の持ち方がこれです。僕は根っからのパッドプレイヤーなので、このように握ります。あと、LR のボタン配置なんですが、デフォルトでこういう設定になっています。R3 と
L3 はここになっているので、握り方やプレイスタイルによって使いやすいように設定した方がいいですね。ちなみに純正パッドとの比較がこちら。設定は鉄拳8側でもできますし、PC を使用すれば細かくキー配置を変更できます。ちなみに僕のボタン設定がこれです。デフォルトだと丸、三角、四角、×がこういう設定なんですが、しばらく使ってて気づいたんですが、こういう設定の方が握った時のボタン配置が純正コントローラーに近いんですよね。ちなみに R3 レイジアーツ、L3 をヒート発動にしています。なので、パッドからファイティングコマンダーオクタに移行の方はこちら。アケコンから移行の方はこちら。のような設定がおすすめです。あと、ボタンの操作感なんですけど、このクリック感のあるボタンなんですけど、これ最高です。とにかく連打しやすいんですよね。鉄拳においてボタン連打ってかなりあるんですよ。一番多い場面としては、コンボ入力中の先行入力ですね。これが正確に行えるので、コンボを落とすみたいなミスが圧倒的に減りました。中級者以上の方はこの重要性すごく共感してくれると思うんですが、コンボ入力を落とすってこのゲーム命取りなんですよね。皆さんも経験あるかと思いますが、コンボ中に入力が抜けて逆に相手にコンボ指導を入れられてそのまま逆転されることなんてザラに起こるんですよね。鉄拳8って前作と比べて各キャラとにかく火力がバカみたいに高いんで、相手にやすやすとターンを渡すって本当に命取りになるんですよ。それがこのファイティングコマンダーオクタだと僕の体感的にかなり減りました。なので控えめに言ってマイクロスイッチかなり優秀です。次に十字キーですね。鉄拳8においてパッドを使用している方は9割方十字キーで操作されていると思うので、スティックについては割愛させていただきます。ちなみに格ゲーにおいて右スティックはまず使用しないので最初から排除されています。十字キー。これはもう鉄拳プレイヤーにとっては一番重要な要素ではないでしょうか。ファイティングコマンダーオクタの十字キーは純正コントローラーと比べて少し小さいです。最初に握った時は小さって思って少し違和感ありましたが、慣れるとこれすごく楽に感じます。長時間プレイしてても手が全然疲れないです。これは格ゲーマー全般に言えることなんですけど、手って思ってる以上に疲労してるんですよ。ちなみに僕は鉄拳始めてから指にずっとタコがあるし、整体に行っていつも言われるのが、指の神経めちゃくちゃ疲れ溜まってるよ。仕事のしすぎだね。って言われます。なのでヘビーユーザーであれば、この十字キーはすごくおすすめです。押している感覚としては純正コントローラーに近いのですが、まず斜め入力がここの補助がついているのでしやすくなっています。これは見たまんまですね。なので斜め入力が正確に行いやすいです。あとファイティングコマンダーオクタの目玉とも言える機能なんですが、感度設定ができます。鉄拳8において斜め入力誤爆することって結構ありません？僕は体感1日20回以上あります。前述した通り僕はみんな大嫌いでおなじみビクターを愛用しているんですが、みんなの大嫌いなあの技、これとこれ、この2つってコマンドかなり近いんですよ。で、鉄拳8でパワークラってめちゃくちゃ重要なんでかなり使うんですよね。ただ、パワークラが生エクスカリバーに化けたとき。はい、浮きます。鉄拳王以上の段位帯なら、80% 以上フルコン決められて最悪死に至ります。これ何が起きてるかっていうと、4WP が 7WP にちょくちょく化けてるんですね。エクスカリバーって 8WP でも 7WP でも発動しちゃうんで、4WP の入力がちょっとずれて化けちゃうんですよ。
こういった少しの入力ミスが鉄拳8においてはマジで命取りです。商談戦においてはこんなミスで負けた日にはおそらく PS5 ごとハードオフに持っていってしまうことでしょう。こういった事態を抑制するための手段がファイティングコマンダーオクタに搭載されています。それが感度設定です。これに関して PC で設定する方法とコントローラーのみで設定する方法がありますので、それぞれ紹介していきます。十字キーの感度は6段階あり、数字が増えるにつれて感度が下がります。1が感度ビンビン、6がマグロです。まず、コントローラーだけで感度設定する方法が、このボタンを長押しして、スティックを前に倒すと感度が上がります。ここのライトの点滅回数が感度を表しています。点滅回数が1回だと感度1、点滅回数が6回だと感度6となります。最後に、ここのボタンを押せば、状態が保存されます。ただ、これだと特定の方向だけで感度を下げるみたいなことができないので、私のように特定の入力が暴発する方は PC で細かく感度設定しましょう。それでは PC での感度設定の方法をご紹介します。まず概要欄に貼ってあるこのページを開いてください。そしてダウンロードはこちらをクリック。ここでダウンロードをクリック。読み込みにしばらく時間がかかります。そしてこのままダウンロードをクリック。これもしばらく時間がかかります。そしてダウンロードされたファイルを実行してください。そうするとインストールが開始されます。インストールが完了するとこういった画面が表示されます。画面が表示されたらファイティングコマンダーオクタを PC に接続してください。認識されるとこのように表示されます。十字キーの感度設定を調整するにはここをクリックしてください。デフォルトだと全て感度マックスに設定されています。私のように特定の方向だけ暴発しちゃうみたいな方は、まずバランス入力モード、こちらをオフにしていただいて、これで個別の方向の入力感度が設定できるようになります。私の場合で言うと、7の方向ですね。7の方向。ここを、感度2つ、3つぐらい下げてあげてます。で、特に保存とかはないので、もうこの状態で設定はされています。ちなみにボタン設定ですね。ボタンの設定に関しては、ここから変更が可能です。この設定で実際1日プレイしましたが、暴発は1回も起きませんでした。これはもうこの機能だけで買ってよかったです。正直鉄拳をやってて、ここが一番のイライラポイントだったので、これがこのくらいの金額で解決するなら、私としては非常に安い買い物でした。その他に良かった点として2つピックアップしましたのでご紹介させていただきます。まずこの背面のこのロックボタン、左側にしておくとロックなし、真ん中がタッチパネルロック、一番右がオプションボタンとシェアボタンロック。鉄拳に限らず格ゲーをプレイしているとき、こんなことないですか？何これどうなってんの？は？何はぁ？シェアボタン暴発、死亡。そういった事故を未然に防いでくれます。ただ、一緒にオプションボタンもロックされるので、対戦前のムービースキップができなくなるので、普段からロックするかと言われればロックしませんが、例えば大会や絶対に負けられない試合などはここをロックしておくのはありだと思います。というか絶対やった方がいいです。あと良かった点で言うと、マイクのミュートボタンがついているのは地味に便利ですね。ミュートボタンのないヘッドセットを使っている人などはここでオンオフできますね。
あとなんといっても軽いです。僕月に2回ぐらい全国に出張行ったりしてゲーミングノート PC で鉄拳やったりするんですが、コントローラーって地味に重いですし、何よりゲーミングノート PC クソ重いので、少しでも荷物を軽くしたいんですよ。そういった時にすごく重宝しますし、プレイの疲労軽減にもなります。あとは操作音が静かってとこですね。これはパッド全般に言えるんですが、アケコンってめちゃくちゃ音鳴るじゃないですか。夜中家族が寝ている隙にこっそりゲームしようと思っても、アケコンレバーでガチャガチャとかなるとクレームになることはしょっちゅうあると思います。なので、この機会にアケコンのボタン配置に近いファイティングコマンダーオクタへの移行はおすすめです。はい、要点をまとめると、壊れにくい。ボタンのクリック感が連打しやすく入力ミスを減らせる。十字キーの感度設定によって暴発を減らせる。軽くて疲れにくいってとこですね。はい、というわけでたまには真面目に解説してみたんですけど、格ゲーにおいて Pay to Win って割とご法度だと思うんですけど、コントローラーとモニターって格ゲーにおいては Pay to Win が実際に起こり得るところなので、いろいろ賛否はありそうですが、僕はお金をかけるべきポイントなのかなって思ってます。ファイティングコマンダーオクタに関しては概要欄に Amazon のリンクを貼っておくので、ぜひ購入してみてください。在庫に関しては、チクリン選手の影響で品薄になる可能性もあるので、早めの購入がおすすめです。TMT のシンでした。